本日はですね、住信 SBI 銀行がですね、一時ストップ高ということで、どうやら NTT ドコモが買収を検討してるんじゃないかというニュースについて解説したいと思います。これどういうことかと言いますとですね、最近ですね、NTT ドコモ、au、そしてソフトバンク、楽天、特に楽天がモバイルにですね、参入してからこの傾向っていうのはすごく大きくなってきたんですけれども、楽天経済圏のポイント囲い込みで、あと金融ですね、銀行だったり、証券、保険、こういったものをトータルサービスとして楽天は強みを持っていると。これを利用して通信キャリア事業でシェアを持っていこうというのが楽天モバイルの戦略なんですけれども、それに刺激を受けたのか、あるいはですね、やはりもう日本の通信キャリア市場ですね、頭打ちです。大体みんな携帯電話を持ってますから。なので、これから成長していくためにはですね、やはり日本の免許事業であることを鑑みつつ、国内で EC だったりとか、金融だったりとか、こういったところに進出していかなければいけないというふうに考えたんでしょうね。ちょっと僕は周回遅れだと思うんですけど、僕もライブドアなんてね、もう20年前に銀行を作ろうとしてたし、証券、ね、そして通信キャリアも実はね、ボーダフォンの買収とかも検討してたんです。僕はあんまりね、ソニーとかの方が面白いと思ってたんであれですけど、うちの役員たちはボーダフォン買いたいって言ってました。その後事件が起きた後にソフトバンクが買収してましたけれども、当然の流れといいますか、au は自分銀行とかやってますし、ソフトバンクはペイペイ銀行やってて、証券もやってるわけですね。で、NTT ドコモだけが銀行で持ってなくて、セブン銀行を買いに行ってるとかなんて噂もありましたけれども、ドコモもですね、D ポイント、D 系のいろんなサービスを展開されてますけれども、やっぱり楽天とかに比べるとちょっと弱いところはあるので、この辺をどうやって強化しようかっていうところはですね、彼らの中で非常に喫緊の課題だったと思うんですけれども、そこで白羽の矢が立ったのが住信 SBI 銀行で、これ SBI グループがですね、悲願だった銀行を傘下に収めるというところで、ちょうど住友信用銀行がですね、住友グループの中でですね、浮いていたので、これを SBI が買収してネット銀行にしようみたいなことをやっていて、結構面白いことやってて、ここの会社の社長さんと SBI のね、北尾さんの会でお会いしたことあるんですけど、ネオバンクっていうのをやっていて、話題のですね、JRE バンクですね。JR 東日本のネット銀行ですけれども、スイカとかと連携して結構いいサービスになってて、加入者が続出してるとかですね。最近一番話題なのはヤマダ電機ですね。ヤマダ電機ネオバンクみたいなところで、めちゃくちゃ積み立て預金やったらポイントがめっちゃ貯まるみたいなことをやってて、今すっごい話題になってて、ウェブサイトがアクセスできないような状況になってたりとかしますけれども、これ裏やってんの住信 SBI 銀行なんですよね。なので、ネオバンクサービス他でもやってる銀行ありますけれども、こういった銀行 OEM サービス、僕らもライブダ銀行でやりたかったことなんですけど、結構周回遅れで今みんな20年経ってそういうの続々とやってきてますけれども、そういう中でですね、住信 SBI 銀行結構光っている感じだったんですけれども、同時にですね、SBI は最近新生銀行というもっともっとでっかい銀行を買収して地銀の再編なんてことをやってますので、いらないっちゃいらないですよ。グループ内のシナジーというか、グループ内のアセットという意味で言うと銀行今2つあるような状況なので、SBI としてはドコモさんに高く売れて恩を売れるんだったらそれはそれでいいよねみたいに考えてることは全然あって、この買収案件は今まだ週刊誌の噂レベルですけれども、十分あり得るし、テクニカルには十分あり得るし、シナジーというか、もう本当ドコモにとっては、めちゃくちゃ欲しいと思うので、かなりプレミアムつけて SBI を売れると思うし、その後の取引関係なんていうのも構築できたりとかも、要はドコモさんと SBI の関係っていうのも関係値深められるみたいなところもあるので、どうなのかなっていうふうには思ってます。ただドコモさんね、マネックス証券をね、買収されたので、その辺はどうなのかなと思いますけれども、もうすでにですね、証券業界では SBI vs 楽天証券っていう図式が今ね、手数料0円競争でバチバチにやってますけれども、そういったところになってるので、その辺はあまり問題ないのかなというふうに感じました。いってらっしゃい。